スンナ派がイスラム教の主流派で存在する理由。イントロダクション。今日は、イスラム教において最大の宗派である、スンナ派について解説していきます。なぜスンナ派がイスラム教の主流派として存在しているのか。その歴史的背景と理由について詳しく見ていきましょう。現在、世界のイスラム教徒の約85、90を占める、スンナ派の成り立ちと発展には、興味深い歴史があります。預言者ムハンマドの死後の混乱。イスラム教のスンナ派って何なのだ。それはね、預言者ムハンマドが632年に亡くなった後の出来事から始まるの。ムハンマドは後継者を明確に指名しないまま亡くなってしまったの。この時、イスラム共同体は重大な岐路に立たされたのよ。そんな大事なことを決めないで死んじゃったのだ。そうなの。これが後のイスラム教徒の分裂につながる大きな要因になったの。スンナ派はムハンマドの親友アブーバクルを最初のカリフとして支持したグループなの。アブーバクルはムハンマドの最も信頼された友人で、初期のイスラム教徒の一人だったのよ。スンナ派の基本的な考え方。スンナ派の人たちは何を大切にしてるのだ。スンナ派はスンナ、つまり預言者ムハンマドの言行や伝統を大切にするの。クルアーンとハディースに基づいて信仰生活を送ることを大切にしているの。特にハディースの解釈と実践を重視しているのよ。へえ、でも他の派とどう違うのだ。大きな違いがいくつかあるわね。例えばシーア派が血縁による正当性を重視するのに対して、スンナ派は能力と信仰の深さによる指導者の選出を支持したの。それからスンナ派は法学や神学の解釈においてもより柔軟な立場を取る傾向があるの。4つの法学派、ハナフィ派、マーリク派、シャーフィー派、ハンバル派を認めていて、これらの間での見解の相違を許容しているのよ。スンナ派が主流となった理由。どうしてスンナ派が多数派になったのだ。主に3つの理由があるの。まず、初期の4人のカリフの時代にイスラム帝国が急速に拡大したことなの。この時期の統治者たちはスンナ派だったの。彼らの下でアラビア半島から北アフリカ、中央アジアまでイスラム教が広がっていったのよ。なるほど、支配者が広めたってことなのだな。そうね。次にスンナ派の柔軟な解釈方法も大きいわね。地域の文化や慣習を受け入れながらイスラム教の教えを広めていったの。これによっていろいろな文化背景を持つ人々がイスラム教を受け入れやすくなったの。それから最後にウマイヤ朝やアッバース朝の大帝国がスンナ派を支持したことで制度的にも確立されていったの。特にアッバース朝時代にはスンナ派の法学や神学が体系化されて教育制度も整備されたのよ。現代におけるスンナ派の影響力。今でもスンナ派は強いのだ。今も世界のイスラム教徒の約85、90% がスンナ派なの。サウジアラビアやエジプト、トルコは多くのイスラム教国でスンナ派が主流なの。その国ではスンナ派の価値観や法解釈が社会制度や日常生活に大きな影響を与えているのよ。すごい数なのだな。でも争いとかないのだ。残念ながらシーア派との対立は今でも続いているの。特に中東地域では政治的、宗教的な対立が時として深刻な問題になることもあるの。でも多くのスンナ派は平和的な共存を目指しているのよ。実際多くの国で両派の信徒が平和に共存している例もあるわよ。まとめ。スンナ派がイスラム教の主流派として存在している理由は、歴史的な展開、柔軟な教義解釈、そして政治的支持という要因が重なり合った結果と言えます。初期イスラム時代からの統治者たちの支持、柔軟な教義解釈による適応性の高さ、そして体系的な教育制度の確立により、スンナ派は着実に発展してきました。現代でも、スンナ派はイスラム教世界で重要な役割を果たし続けています。ただし、これは他の宗派との対話や相互理解の重要性を否定するものではありません。むしろ、多様性を認め合い、平和的な共存を目指すことが、現代のイスラム教徒に求められている重要な課題と言えるでしょう。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは宗教にまつわる情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。世界の宗教に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。